夜の幹線道路沿いを車で走っているとき、太窓の外に目をやると、暗闇の中に白く明るいガラス張りのショールームがポツンと浮かんでいることがあります。周囲の店舗はすでに暗く、看板の明かりも少なくなっているのに、そこだけは昼間のように眩しいほど明るく照らされています。大きなガラスの向こうにはピカピカに磨かれた新車が数台並び、白い床には照明が反射しています。商談用のテーブルや椅子も整えられ、受付カウンターもきれいなままで、まるで今すぐ営業が始まりそうに見えます。それなのに、その明るい空間の中には、人の声も人の動きもほとんど感じられません。外の道路ではヘッドライトをつけた車が絶え間なく流れているのに、ガラスの内側にある車だけが強い光の中で静かに止まっています。なぜ私たちはこの明るすぎる無人の空間を見たときに安心するどころか、言葉にできない心細さを覚えるのでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。今回は夜の自動車ディーラーが持つ明るいのに心細いという違和感について少し深く考えてみたいと思います。車を運転する人でもそうでない人でも、夜の道路沿いでこの光景を目にしたことはあるはずです。交差点の角や大きな幹線道路沿いにある全面ガラス張りの自動車ディーラー。昼間なら店内には営業スタッフがいて、来店した家族が車を見ていて、商談テーブルにはカタログが広げられています。試乗車が入り口近くに止められ、スタッフが鍵を持って出てきて、これから少し走ってみましょうかと明るく声をかけてくれるような場所です。子供用の小さなスペースがあり、点検を待つ人が雑誌を読んでいて、奥のカウンターではコーヒーやお茶が出されることもあります。その場所にあるのは単なる車ではありません。新しい生活の創造です。週末に少し遠くまで出かけること、家族で旅行に行くこと、雨の日の買い物が楽になること、通勤の時間が少し快適になること、まだ行ったことのない場所へ自分の意思で迎えるかもしれないという小さな期待です。車という乗り物は本来、移動と自由を象徴するものです。自分の好きな時間にドアを開け、エンジンをかけ、ハンドルを握ってどこかへ向かうための道具です。だから昼間の自動車ディーラーはとても前向きな場所に見えます。そこにはこれから動き出す生活の気配があります。しかし夜になり、営業時間が終わった後、その意味は少しずつ変わっていきます。昼間と同じように明るいのに、そこには会話がありません。昼間と同じように車は並んでいるのに、誰も乗り込みません。カタログも商談テーブルもキッズスペースも受付カウンターも営業中の形を保ったまま静かに置かれています。夜の幹線道路を走りながらそのショールームの前を通りかかった時、少しだけ速度を落として横目で見てしまうことがあります。中の様子はよく見えます。大きな窓の向こうにボディの曲線を白い光で照らされた車があり、フロントガラスには天井の照明が映り込み、床にはタイヤの影が落ちています。ショールームの中は暗いどころかむしろ明るすぎるほどです。だからこそそこに人がいないことが余計にはっきり見えてしまいます。人がいない場所なら他にもたくさんあります。閉店後の店、休日のオフィスビル、夜の公共施設。けれど多くの場合、そうした場所は暗くなっていたり、入り口が閉ざされていたりして、もう今日は終わった場所なのだと分かりやすく教えてくれます。夜の自動車ディーラーは違います。建物は明るく、商品もきれいに照らされ、
椅子も机も整い、外から中の様子までよく見えます。終わっているはずなのに、終わっているように見えない。閉じているはずなのに、空間だけはまだ開いているように見える。その中途半端な明るさが、私たちの感覚を少しだけ迷わせます。防犯のための照明であることは、頭では分かっています。夜でも車を美しく見せるための演出であることも理解できます。それでも、あの明るさを見つめていると、どこか現実の店とは違う。少しだけ作り物めいた空間に見えてきます。白い光が強すぎるせいで、車のボディはまるで建築物のように輝き、ガラスには道路の明かりと、自分の車のヘッドライトが重なって映ります。外側にいる自分と、内側に並ぶ車と、ガラスに反射した夜の道路が、一枚の絵の中で混ざってしまうように感じます。この違和感を強くしているのが、外の道路と、ガラスの内側の対比です。外の幹線道路では、夜遅くになっても車が流れています。トラックの重いエンジン音、通り過ぎる乗用車のタイヤの音、信号待ちで止まり、また青になって動き出すヘッドライト、赤いテールランプの列。外の世界では、車は常にどこかへ向かっています。誰かを乗せて、荷物を運び、帰り道を進み、明日の仕事や家族のもとへ向かっています。車はそこで、ちゃんと車として動いています。しかしガラス一枚を隔てた内側では、同じ車が全く違う姿になります。スポットライトを浴びた新車は、今にも走り出せそうな姿をしているのに、少しも動きません。タイヤは床の上にきれいに置かれ、ハンドルはまっすぐで、座席も整っています。ドアを開ける人もいなければ、シートに座る人もいません。エンジンがかかる音もなく、ウインカーが点滅することもなく、ワイパーが動くこともありません。外では車が流れているのに、内側では車だけが止まっている。同じ道路沿いにありながら、こちら側とあちら側で、車の意味が全く違って見えてくるのです。外の車は、時間の中を進んでいます。ガラスの中の車は、光の中に置かれています。その違いに気づいた瞬間、私たちは少しだけ落ち着かなくなります。車は本来、動くためのものです。どこかへ行くためのものです。なのに、あの明るい空間の中では、車があまりにもきれいに止まっています。止まっていること自体は、もちろん当たり前です。ショールームに展示されているのだから、動かないのは当然です。それでも夜に見ると、その当然のことが、少しだけ不自然に見えてしまうのです。なぜなら、周囲の夜道では、車がまさに動き続けているからです。自分が乗っている車も、道路を進んでいます。信号の色を見て、アクセルを踏み、ブレーキをかけ、目的地へ向かっています。そのすぐ横で、ガラスの中の車だけが、白い光を浴びたまま、どこにも行かずに残っている。それは、自由を象徴するものが、自由を使わずに置かれている光景です。次に目に入るのは、車だけではありません。店内の商談スペースです。丸いテーブル、揃えられた椅子、透明なカタログスタンド、壁に貼られたキャンペーンのポスター、キッズスペースに置かれた小さな椅子。昼間なら、そこには必ず誰かの会話があります。この色がいいとか、このグレードにするかとか、今の車を下取りに出すかとか、ローンの月額をどうするかとか、家族で荷室の広さを確認したり、子供が後部座席に乗ってみたり、スタッフが笑顔で説明したりする時間があります。しかし夜のショールームでは、その会話だけがありません。椅子はあるのに、座る人がいない。カタログはあるのに、
めくる手がない。キッズスペースはあるのに子供の声がない。営業中の形だけがあまりにもきれいに残っているのです。ここで感じる心細さはただ誰もいないからではありません。誰かがいたはずの形がそのまま残っているからです。人を迎えるために整えられた場所から人の気配だけが抜け落ちている。その状態をガラス越しに全部見えてしまうことが夜の自動車ディーラーを少し特別な場所にしています。もし店内が暗ければそれは単に閉店後の店です。しかし店内は明るい。商品も見える。椅子も見える。机も見える。床の反射も見える。なのに声だけがない。人の動きだけがない。その抜け落ち方が私たちに説明しにくい心細さを与えます。近くのコンビニに車を止めて飲み物を買って戻る時のことを想像してみてください。コンビニの自動ドアが背中で閉まり、駐車場へ出ると道路の向こう側に明るいショールームが見えています。コンビニの中にはまだ人がいて、レジの音や冷蔵ケースの低い音が聞こえていました。けれど外へ出た瞬間、夜の空気が少し冷たく感じられます。手に分かったばかりの缶コーヒーがあります。ポケットの中には車のキーがあります。自分の車まではほんの数メートルです。それなのに、ショールームの白い光を背中に感じながら歩くと、その数メートルが少しだけ長く感じられます。アスファルトに自分の靴音が響きます。駐車場の白線の上に、自分の影が伸びています。背後では、ガラスの中の車たちが、まだ同じ角度で照らされています。こちらの車は今から動き出します。ドアを開けて、エンジンをかけて、道路へ戻っていきます。けれどあちらの車は、この後もしばらく、同じ白い光の中に残り続けます。その対比を感じたとき、私たちはなぜか、早く自分の車の中へ戻りたくなります。車内という小さな空間に戻り、外の明るさと静けさから少しだけ切り離されたくなります。重いドアを開け、運転席に座ります。ドアを閉めた瞬間、外の音が少し遠くなります。エンジンをかけると、低い振動が体に伝わります。カーナビの画面が立ち上がり、現在地を示す矢印が表示されます。デジタル時計が今の時間を教えてくれます。エアコンの風が出て、シートの感触が戻ってきます。それらはどれも普段なら特別なものではありません。けれどこの瞬間だけは、自分が現実の時間の中に戻ってきたことを静かに教えてくれるものになります。アクセルを踏めば、自分の車は前へ進みます。ハンドルを切れば、行きたい方向へ曲がれます。目の前の道路、いつもの道路に戻ります。信号があり、標識があり、帰る道があります。その当たり前の動きが、ひどく安心できるものに感じられるのです。けれど、フトバックミラーやサイドミラーに目を向けると、まだあの白いショールームが映っています。道路の上を走る自分の車とは違い、ガラスの中の車たちは、今も同じ場所に置かれています。外の世界が動き出しても、あの明るい箱の中だけは、少しだけ別の時間に残っているように見えます。ここに、夜の自動車ディーラーが持つ、独特の違和感があります。車は本来、移動の道具です。人を乗せて、荷物を積み、道路を進み、どこかへ向かうものです。車を見ると私たちは、移動、自由、予定、旅、通勤、帰り道、そうしたものを思い浮かべます。しかし夜のショールームでは、それらの意味が一度止まります。車は走るためではなく、
見せるために置かれています。誰かの生活を運ぶものではなく、未来の生活を創造させる商品として、白い光の中に並べられています。もちろんそれは、自動車ディーラーという場所の自然な役割です。そこには何もおかしなことはありません。けれど夜になると、その役割だけが強く浮かび上がり、人の声や動きが抜け落ちます。すると、車の本来の意味と、ショールームでの状態が、少しだけずれて見えてくるのです。動くためのものが、動かない、自由を象徴するものが、ガラスの中で静かに止まっている。外の道路では、同じ車が流れ続けているのに、店内の車だけは、白い照明の中で、美しい姿のまま置かれている。このズレが、夜の自動車ディーラーを、明るいのに心細い場所に変えているのかもしれません。この違和感に名前をつけるなら、動かない移動体の違和感なのかもしれません。ただ止まっているだけではありません。ただ明るいだけでもありません。動くはずのものが、動く世界のすぐ横で、静かに止められている。その状態を、私たちは夜のガラス越しに見てしまうのです。そしてそこには、人の気配がありません。車を選ぶ声も、説明を聞く声も、子供が車内を覗き込む声も、商談が終わってホッとする空気もありません。未来の移動を想像させる場所から、人の時間だけが抜け落ちている。だから、あの明るさは安心ではなく、少し心細いものとして見えてくるのでしょう。次に夜の幹線道路を走るとき、暗闇の中に浮かぶ、明るい自動車ディーラーを見かけたら、少しだけ意識を向けてみてください。外の道路では、車が流れ続けています。あなたの車も、目的地へ向かって進んでいます。けれどガラスの内側では、別の車たちが、白い光を浴びたまま静かに並んでいます。どちらも同じ車なのに、片方は時間の中を進み、片方は光の中に置かれている。その違いに気づいたとき、見慣れた道路沿いの景色が、ほんの少しだけ違って見えるかもしれません。そしてあなたが通り過ぎた後も、あのショールームの白い光は、誰もいない商談席と、動かない車たちを、静かに照らし続けているのです。もしこの違和感が、しばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。それではまた、次の違和感でお会いしましょう。